皆さんこんにちは、ガジログです。今回は Fitbit の Versa 4というね、新しいスマートウォッチをご紹介したいと思います。つい先日発表されたばかりなんですが、以前出した動画では Inspire 3というね、フィットネストラッカーをご紹介していました。今回はその上位モデルにあたります Versa 4というね、さらにレベルアップしたスマートウォッチをご紹介したいと思います。ちなみに同時に発表されました他のモデルとしましては、Versa 4の上位モデルにあたります Fitbit Sense 2というね、タイプもあります。5000円ほどの価格線になっているんですけども、この Fitbit Versa 4と Fitbit Sense 2のね、この価格差、どういったことに表れているのかもご紹介したいと思います。それでは一体どんなスペックになっているのでしょうか。一緒に見ていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。では主な特徴を見ていきたいと思います。まず待望のやっぱり機能としては Suica 対応になっていると思います。これはやっぱり Fitbit ならではだと思います。結構前のモデルから Suica に関しましては積極的に採用していますのでね、やっぱり Fitbit といったら Suica 対応ということで決済機能がついているというのは非常にワークアウトするときは身軽に行動することができますので、これはねやっぱりついているといいなと思います。次はバッテリーの持続情報になりますが、6日以上のバッテリーライフとあります。6日以上持続するバッテリーで頻繁な充電を必要とせず、昼も夜も継続的なデータを計測できますよと。そして急速充電はわずか12分で1日分の充電が可能ですと出ていますね。これもすごいですね。朝起きたらあんまりバッテリーなかったよってことであれば、わずかな時間、身支度している時間で1日分確保できるというのはすごくいいなと思います。はい、そしてさらにね、睡眠スタイルを把握ということで、主要の10項目で月別の詳細をチェックできますよとありますね。そのモニタリングされた結果がね、アプリでしっかり見やすくなっているといいなと思います。そしてヘルスケア系のね、モニタリングになりますけども、あなたの体をさらに深く理解ということで、血中酸素ウェルネスですね、SpO2 の測定、そして呼吸数、また健康指標ダッシュボードでそれらを確認できますよとあります。加えてストレスへの対処状態を理解とありますね。心拍数やアクティビティ、睡眠パターンに基づいた毎日のスコアで自分の体がストレスにどう対処しているかが分かりますとあります。加えて心臓の健康管理とあります。当然ながらこういうスマートウォッチは心拍数の測定っていうのはね、当たり前ながらついていますので、高い時また低い時ですね、基準を外れた場合はアラートで教えてくれるという機能がついているようです。そしてスマートフォンと連携ということで Fitbit の公式のアプリを使いまして連携することもできます。で Android と iOS 両方に対応しているというのもいいですね。そして運動リマインダーですね。これは座りすぎに注意してくださいよっていうことになりますのでね、1時間ごとに250歩歩いてくださいというふうにね、促してくるということです。これはね、他のメーカーではなかなかないですよね。とりあえず立ち上がってくださいねっていう、そういうリマインダーはありますけどね、歩いてくださいっていうのはなかなか珍しいなと思います。主要な機能として最後になりますが、Alexa がビルトインされているということで、音声アシスタント Alexa が搭載されています。はい、そして製品の比較の方を見ていきたいと思います。今回ご紹介していますのは Fitbit Versa 4になりますね。そしてさらに上位モデルの Sense 2というのがありますが、価格差を見ていただきますと、こちらが 27,800 円に対して上位モデルは 32,800 円と5000円の価格差になっています。ただ見た目ですね、パッと見同じデザインになっていますので、中身の機能が違うということが予想されます。ではどんな感じで違うのかを見ていきたいと思います。ざっとね、フィットネス機能の部分を見ていきますと、心拍数測定、そしてアクティブな心拍ゾーン、そして GPS も両モデル搭載されています。そしてざっとね見ていただきますと、違いがほとんど出てきません。ヘルスケア系もほとんど違いがありません。ようやく出てきたのがこちらの機能になります。推定睡眠時皮膚温センサーというものになります。今回ご紹介している Versa 4にはそれは搭載されていないわけですね。Sense 2には搭載されています。この機能が何なのかってことなんですが、内蔵センサーが睡眠時皮膚温の変動を推定しますと。そして健康状態の変化を知る手がかりが得られますよと出ています。ということでですね、睡眠時の皮膚の温度を変化をセンサーで測定していると。でそれによって健康状態の変化を知る手がかりっていうことになりますので、先ほどストレス測定もありますよとありましたが、そういった部分で使われるようです。そしてストレスの機能の部分を見てみますと、1日を通じた身体反応の計測と通知とありますが、Versa 4に関しましては搭載されていません。そしてこの下の部分もそうですね、ストレスマネジメントに役立つ皮膚電気活動スキャンアプリとありますが、こちらも非搭載になっています。このね、身体反応の計測に関しましては
継続的皮膚電気活動センサーですね、 CEDA というセンサーが体のストレスを感じている兆候を検知しますよと出ていますね。これがやっぱり物理センサーがついているっていうところが一つね、このセンス2の強みになっているようです。ですのでよりねヘルスケア系に特化しているということになりますが、詳しく自分の状況を知りたいという方はちょっと価格差は5000円になりますけど、この上のモデルのセンス2を購入された方がいいのかなという感じがします。その他の機能の部分では違いはないですね。VERSA4 も VERSA2 もほぼ同じ仕様になっています。この Google アシスタントの項目出ているんですけど、残念ながらね防線になっていますので対応していないということになります。ちなみに Google アシスタントの機能に関しましては、現在 Fitbit VERSA3 とセンスの2ではなく無印のセンスのみになっているようです。そしてですね、Bluetooth の通話、そして Google マップに関しましては近日発売となっていますので、おそらくアップデートで対応してくるということになると思います。これも楽しみですね。そしてですね、使う方も多いかもしれませんが、常時表示モードになりますね。Always on Display が搭載されているということになります。しかしながらですね、バッテリーの駆動時間が6日間になっていますので、AOD をオンにしますとね、ここにも書いてありますが、より頻繁な充電が必要となる場合がありますと出ていますので、どうでしょうかね。もしかしたら2日3日半分ぐらいになってしまう可能性もありますね。そしてディスプレイは明るいカラーディスプレイが一日中データを表示しますとありまして、これは AMOLED が搭載されているようです。そして先ほどね触れていなかったんですが、ワークアウトに関しましてはですね、40種類以上のモードに対応しているということになります。そして GPS も搭載されていますので、屋外でのワークアウト中のねペースと距離がリアルタイムで表示されますよと出ています。このあたりもねやっぱりいいですよね。そして今日のエナジーっていう機能もついていますね。スケジュールではなくコンディションに合わせた習慣をということで、自分のコンディションの情報に基づいてワークアウトに適した状態か休息を優先すべきかを判断できますよとあります。その日のおすすめのワークアウトやアクティブな心拍ゾーンの目標も提示されますということで、アプリの方から教えてくれるっていうのはすごくいいと思います。そして Google のアプリとも連携が可能になっています。一日中いつでも道案内や最新情報へのアクセスが可能ですよとあります。この手首の Fitbit デバイスで Google マップの道案内と、そして Fitbit Pay の決済を利用して時間を節約できます。着信、テキストメッセージの受信、カレンダーの通知、アプリからの通知も一目で確認できますとありますね。はい、というわけで今回 Fitbit の VERSA4 についてご紹介しました。価格の方が 27,800 円になっています。お値段的にはね、なかなか Suica が搭載されているモデルとして、そしてスマートウォッチの高機能モデルとして、なかなかお求めやすいのかなという気はします。そしてですね、9月の下旬に発売開始ということになっていますので、おそらくですね、Apple Watch あたりとちょっとガチンコの時期になるのかなという気はします。そのあたりね、こちらでも十分なのかなという方もいらっしゃるかもしれませんしね、Apple Watch の方が便利だなという方もいらっしゃると思いますが、皆さんはねどういうふうに思われたでしょうか。では本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。